皆さんこんにちは。フランス在住の親指プチコです。今回は日本一時帰国中の食事 Vlog 第2弾です。近くのショッピングモールに来ました。お昼はずっと恋しかったたこ焼きです。美味しそう。外はカリカリ、中はトロトロの焼きたて熱々で美味しすぎる。デザートもちゃっかり食べました。夜は父母と居酒屋へ。生ビールと串カツ、幸せすぎる。好きなものを頼みまくりました。日本の居酒屋はいろんなものをちょこちょこリーズナブルにシェアできてやっぱり最高。フランスでは子持ちの魚を丸ごと食べる習慣がないので、子持ちししゃもはフランス人からするとギョッとするみたいです。フランスでも居酒屋は大人気で、パリには何軒も居酒屋がありますが、やっぱり日本に帰ると行きたくなる居酒屋。翌日はランチでカニご飯なるものを食べに料亭へ。店内の装飾もザ・日本ですごく趣があります。前菜のおうどん、温泉卵に顔が描かれていて手ぬぐいが頭にちょこんと乗っていました。小鉢もおそらくすべてこの地方で作られている九谷焼の器で、ご飯が美味しいのはもちろん器の綺麗さにも満たされました。さてさて、メインのカニご飯。ミニ天丼にカニの身とカニ味噌を加えて、さらに温泉卵も加えていただきます。このお鍋もさっぱりして優しい甘めの味で美味しかったです。デザートもなんともお上品。書き込んだら一瞬で終わりそうな上品さでしたが、味わっていただきました。母の書道教室を少し見学。姪っ子の字が上手で、おばさんしばらく見つめておりました。さて、今度は家族で近場の温泉にやってきました。日本帰国時のメインイベントといっても過言ではありません。和モダンというのでしょうか、素敵。動物型のかわいい椅子があちこちにありました。チェックインしてお部屋へ。光が入る広々としたお部屋。私が恋しがってたのを分かってたかのように、お部屋にこたつまでありました。館内で使えるカゴバッグまでありました。日本のおもてなしってやっぱりすごい。どこを見渡しても清潔。体一つで来ても問題なく過ごせそう。旅館といえばこれ。緑茶とお茶菓子でまずはくつろぎタイム。あんこは日本の誇り。温泉に入ってさっぱりしたら夜ご飯です。なんと料理長自らイラスト入りのお品書きを書かれているそう。料理だけでも大変な長時間労働だと思うのにすごすぎる。新鮮な海の幸待ってました。カニを剥いたのもいつぶりだろう。
お料理一つ一つ彩りも綺麗で上品で美味しくて、本当に日本の食文化は素晴らしいです。家族と楽しく会話しながら食べる美味しい料理、貴重でかけがえのない時間です。ちなみにエビのお刺身はフランスで食べたことないかも。生のエビが手に入りにくいからかな。豆乳鍋もあったかくて優しい味で美味しかった。さて、これは何でしょう。正解はお魚でした。お魚本当は大好きなのですが、普段あんまり食べる機会がないので、日本帰国時はたくさん食べられて嬉しい限り。もうとっくに満腹の息を越しているのに、旅館だと不思議とスルスル入ってしまう。日本の美味しいお米もやっぱり普段食べてるお米とは別物です。食後のデザートももちろんペロッといただきました。翌朝もやっぱりシェフのお手製お品書き、素晴らしい。鳥なのかペンギンなのか物議を交わしたオリジナルキャラクター。ザ・日本風の朝ごはんといえば、ご飯、味噌汁、魚、卵焼きだよとフランス人はじめ欧米出身の人たちに言うと結構びっくりされます。朝からそんなに食べるのとか、フランスは朝は甘いものが定番なので朝からしょっぱいもの食べるのとか言われたりします。でも今回特に思ったのは、やっぱり日本の食事は野菜も多いからか、これだけ毎日食べても全く胃もたれしませんでした。食後はフリードリンクコーナーでコーヒーをいただきました。お庭を眺めながらのコーヒー最高。さて、なんと旅館から帰ったその日に高校の友達とランチへ。私のリクエストで和定食ランチ。みんな仕事に子育てに忙しそうだったけど、元気な顔が見られてとっても嬉しかった。そしてどれもこれも美味しかった。デザートにお抹茶が選べました。お抹茶の作法は知らないけど味わっていただきました。母、姉と翌日はお寿司ランチ。あら汁も美味しそう。この日は雪も結構降っていて極寒だったので、あら汁が一層染みました。お刺身の色が綺麗すぎる。日本の新鮮で種類豊富なお寿司を堪能しています。念願の焼き白子。日本のお寿司はシャリも美味しい。こんなに雪が積もってまさかのフランスに帰る直前に大雪。ミストもフランスにはないので食べたかったものの一つ。私はもちろんあれ一択。大好きオールドファッション。
フランスに帰る当日も降り止まない雪。地元から東京までの飛行機は諦めて新幹線で東京へ向かうことに。まさかのこんな状況で一度は乗りたかった北陸新幹線に乗ることになるなんて。東京は馴染みがないので乗り換えだけで迷子。前泊に羽田空港近くのホテルで1泊。ここで軽くルームツアー。1泊7000円くらいでしたが、必要なものはすべて揃っていて清潔で、スタッフの対応も丁寧でとっても良いホテルでした。翌朝の空港までのシャトルバスも無料で、前泊にもってこいのおすすめのホテルです。使いませんでしたが、なんと加湿器まで。ユニットバスも1人で泊まるには十分な広さ。この袋にはドライヤーが入っていました。ハワイからちょうど帰ってきたタイミングだった友達と東京でご飯できることになってワクワクしながら近くの居酒屋へ。 YouTube 撮影にも協力してくれました。ありがとう。こちらの居酒屋もどれもこれも美味しくて、店員さんもとっても親切で、帰る間際まで日本の良さに浸っておりました。食テロ3連発。友達といろいろなことを話しながらエネルギーをもらいました。日本といえばコンビニ。デザートを探しに来ました。いろんなものがあって目移りする。明日の朝食とデザートをゲット。あんなに食べたのにデザートは別腹。そしてこのもっちりケーキ生地、フランスでは見かけないので欲していました。コンビニデザートのクオリティ素晴らしい。ロビーにあったフルーツウォーターもちゃっかりもらってきました。翌朝、羽田空港へ。帰りの飛行機は心配になるほどお客さんがいませんでした。バイバイ日本。無事にフランス到着。日本で買ったお土産を気に入った様子の犬。ご視聴ありがとうございました。次回からはまたフランス生活に戻ります。チャンネル登録、コメントも気軽によろしくお願いします。